さて今回はですね、音楽の学び方をガラッと変えるかもしれないキーボード、クロマトーン、はい。それとその背景にある無糖音楽メソッドについてちょっと深く掘り下げていきたいなと。ええ。ウェブサイトとか解説動画、あとウィキペディアなんかの情報をもとに、あなたにとって何がポイントなのか見ていきましょう。はい。これは、従来のピアノとか五線譜に慣れてる方だと、って思うような話かもしれないですね。そうですよね。これらの情報源から、その中心にある考え方とか、それがどうして生まれたのか、探っていきましょうか。はい、お願いします。で、早速なんですけど、今私たちが、普通に使っている五線譜とか楽典ありますよね。楽譜のルールとか。そうです。あとピアノの八鍵と黒鍵の並び。ああ、はいはい。ああいう基本的なルールって実はもう600年以上も前、ルネッサンス期、日本でいうと室町時代とか、その頃に大体の形ができたものなんですよ。そうですね。非常に長い歴史があります。でもキーが変わると急にシャープとかフラットがいっぱいついて、なんかすごく複雑になったり、胃腸も大変だったりしますもんね。その通りです。その複雑さが、特に初めて音楽を学ぶ人にとっては、結構な壁になることがあるんですよね。ああ、なるほど。五線譜っていうのは、基本的にある特定の調、つまり波長調ですね。これを基準に作られているので、はいはい。他の調だとどうしても変化記号が増えてしまって、その見た目の音符の距離感と実際の音の高さの関係がちょっと直感的に分かりにくくなるみたいな。確かに。学習する上で頭への負担が大きいとも言えるかもしれないですね。なるほど。で、そこで登場するのが無糖音楽メソッド。はい。ウェブサイトにもありましたけど、中心の考え方は、1オクターブの12の音は全部独立してて平等なんだと。白とか黒とか、そういう区別とか、シャープとかフラットみたいな考え方自体を一旦なくしちゃおうっていう。そうなんです。これは音楽の基本の考え方である12平均率、オクターブを均等な12個の音に分けるっていう考え方を記譜法、つまり楽譜の書き方と楽器のデザインに徹底的に反映させたということなんですね。へー。これによって音楽の構造そのものをもっと直接的に捉えやすくしようとしたというわけです。そのメソッドを形にしたのが、まず無等記符法。はい。別名クロマチックノーテーションとも言うみたいですけど、ウィキペディアで見ると面白いのが、たった3本の線で1オクターブを表すんですね。そうそう、3本線。ドとフィ、ファのシャープですね。それと上のド。この3問。で、12個の音をそれぞれに、ド、ディ、レ、メ、ミ、ファ、フィ、ソ、ル、ラ、セ、シっていう固有の名前と場所が決まってると。伝統的なシャープとかフラットっていう概念から完全に離れるために、独自の音の名前を考え出したわけですね。なるほど。で、五線譜で使う等音記号とか平音記号、あとは調合、ああいうのも一切使わない。使わないんですね。高さはオクターブですね。それは数字で示すだけで、どの調であっても音符の相対的な位置関係は変わらないんです。解説動画なんかではカラオケの音程バーみたいな感じっていう説明もありましたけど、なるほど。見た目の高さと実際の音程が一致するんで、直感的に分かりやすいとされていますね。そしてこの記符法と完全に連動するようにデザインされたのがキーボードのクロマトン。はい、そうです。なんかボタンがいっぱい格子状に並んでて、資料の写真見るとなんか鍵盤が全部白い。その配列がミソでして、ウィキペディアとか解説動画によれば、縦に並んでるボタンは同じ音。はい。で、斜めが半音違い、横が全音違いという風になってるんです。へえ、規則的。このすごく規則的な配置のおかげで、どんな調、どんなキーであっても、和音とかメロディーを全く同じ指の形で弾ける。同じ形で。ねえ。これが一番のメリットだとされていますね。ピアノだとキーごとに12種類指使いを覚える必要があるのが、そうですね。大変ですよね。クロマトーンならたったの1種類で済んじゃう。解説動画だと学習効率が12分の1になるって言ってましたけど。理論上は運指を覚えるという点ではものすごくシンプルになりますよね。もちろん音楽の表現と他にもいろいろな要素が絡みますけど、でもその運指っていう大きなハードルを一つ取り除こうという発想ですよね。なるほど。
手が小さい人でも弾きやすいようにちょっと人間工学的な工夫もあるみたいですね。そういった配慮もあるようです。で、このユニークなシステムは、音楽プロデューサーの大川渉さん、本名は武藤寛平さんという方が考案されたんですね。はい。最初の試作機、ラピアン。それが1987年の世界発明エクスポでグランプリを取って NHK とかでも報道されたそうなんです。へえ。あと、シンセサイザーの父って言われるロバート・モーグ博士。ああ、モーグ博士。彼が来日した時にわざわざこのラピアンを取材に訪れたなんていう話もあるみたいですよ。新生の父モーグ博士が自ら取材するほど注目したっていうのは、やっぱり当時としてもそのアイディアがかなり新しかったっていう証拠かもしれませんね。ただ完成品のキーボードクロマトーン CT312 は残念ながら今はもう生産も販売もしてないみたいですね。そうなんですよね。現状は自作できるキットとかアプリとかそういう形で提供されているようです。北海道にはなんか初期の試作機が展示されている場所もあるとか。見てみたいですね。この無糖音楽メソッドとクロマトーンはその伝統的なシステムの複雑さを避けて、もっと直感的にそして効率的に音楽を学んだり演奏したりするためのもう一つの道を示していると言えるんじゃないでしょうか。うんうん。特に既存の楽譜を読むのとか音楽理論とか胃腸とかでちょっと苦労した経験がある方にはすごく面白いアプローチに感じるかもしれません。全く新しい発想で音楽に触れてみたいなって考えてるあなたにとっても、この12音は平等だっていう原則に基づいたシステムっていうのは、何か新しい発見とかなるほどみたいな体験をもたらしてくれるかもしれないですね。いやー、今回は伝統的な音楽学習の常識みたいなものに挑戦するクロマトーンと無糖音楽メソッドの世界をちょっと覗いてみました。楽譜の書き方と楽器のデザインを根本から見直して、音楽をより多くの人にとって身近なものにしようっていう試み、これは非常に考えさせられますね。そうですね。こういう革新的なシステムがじゃあなぜ広く普及しなかったのかというと、教育への導入の難しさとか既存の膨大な楽譜資産との連携とかいろんな課題があったんでしょうけど、でもその600年以上続く伝統的なシステムが今も主流で使われ続けているっていう事実と、一方でこういう新しい挑戦が生まれ続けているっていう事実、この両方があることがなんか音楽っていう文化の豊かさとか可能性を示しているのかもしれないなと思いますね。なるほど。あなたはこの話を聞いてご自身の音楽との関わり方について何か新しい視点を感じましたか？伝統に深く根ざした道と全く異なる新しい道、どちらがあなたの音楽の旅をより豊かにしてくれるか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれないですね。